今回はソーラーパネルの取り付けから接続までを紹介します。途中で大事件も発生。果たして無事に装着できるのか。それでは材料はこんな感じです。はい、車のルーフにつけるソーラーパネルが届いたので、紹介します。こちらですね。カオさんの、ソーラーパネル 100W になります。はい、購入しました。開封。薄いね、ほんと。おお、結構薄いな。取れる？あ、薄いね。うん。こんななってんだ。あ、すごい。なるほど。あ、意外とそんな大きくないじゃん。軽い、しかも結構。本当？おお。すごいね。ふわふにゃふにゃ。薄さ。めっちゃ薄い。長さが110センチで幅が69センチ。で重さが 3.9 キロみたいです。でも意外と全然片手で全然持てるぐらいの重さになります。レッツゴー。はい、今ねソーラーパネルをつけるためにソーラーパネルを貼り付ける位置を決めて、その周りをマスキングテープで印で留めていきます。終わり。はい。サイズを測ったので、今から実際にソーラーパネルの裏にこちらのねダイソーで買ったアルミシートをカットして貼り付けていきたいと思います。印をつけます。15センチ。実際に今マジックペンで定規使って長さを切るために印を合わせているところです。切っていきこれます。銀でキラキラしてるとこのラインが分かんないんですよ。なんか気持ち悪いね。変になるよね。うん。わかりますかね。めっちゃずれてるよ。だからこう目がおかしくなる。このラインかな。はい、このエースクロスの耐水防水化強力テープ長寿命で貼っていきます。はーい。これすごい粘着力だよね。うん、すごい。ベッタベッタするし手かぶれそうなぐらいすごい痛いよね。粘着力。はい、これからパネルを合わせて隙間がないか段差ですね確認していきます。まあ隙間、全部埋めるのはちょっと難しいから、全然まあないかな。いけそうだねこれで。うん。これからソーラーパネルの裏を脱脂をしてアルミの表面にも両面テープを貼って実際に貼っていきます。スコッチの 3M の超強力な両面テープ貼っていきたいと思います。すごいよこのテープ。そうなんだ。バカにできないぐらいすごい、全然雨水が全然大丈夫。これ、ね、テープ縁で留めたつもりだったんですけど、なんと両面テープだということに気づきました。なのでスコッチさんの 3M の超強力テープをこちら貼ったんですけど、これでしっかりバッチリ貼れると思います。イエバカだね。イ。ね気づくの遅すぎる。よかったよ。はい、アルミシートの方はこんな感じで両面テープの方全て貼り終えました。脱脂の方をしていきたいと思います。おなじみのこのソフト993のシリコンフですね。つるつるになってる。滑って落ちそうじゃない？確かに大丈夫？気をつけて。ママ起きた？足が見えた。応援しに来たまた。上に登ってきた。ちょっとずつ空気入らないように伸ばし気味で貼っていくこと。はい、こちら1枚目2枚目3枚目4枚目最後の6枚目貼ってるところになります。
まもなくあともうちょいかな終わります。はい、よいしょよいしょ。こう時間がかかったね意外と。最後しっかりね頼むよ。だと任してくれ。任しとけ。俺に任しとけってなかったよね。なんだっけ。全然知らない。知らない。うん私も忘れちゃった。ダメじゃん。はい最後こんな感じで、シート6枚貼り終わりました。一応こんな感じです。またテープを貼ってソーラーパネルをね、いよいよくっつけていきます。はい。緊張。やっとソーラーパネルの方が貼り終えることができました。結構地道な作業です。時間かかったよね。すごいぴったりはまってる多分。ちゃんとマスキンで印つけてうん端から貼ってね、もうすでに結構な強粘着。さすがです。はい、次は防水テープをこのようにして貼っていきます。空気が入らないようにしっかりと貼ることが耐久性を良くするための秘訣だそうです。マジかよ。ソーラーパネルの配線をやろうと思ったんですけど、ドライバーでこのテールランプのカバー外してこっから配線出そうかなと思ってたんですよ。そしたらこれ取ったはいいんですけど、上取れたんですけど下取った時にこれがねコロ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 ポタンってホールインワンしちゃったんですよ。落下。ね、だから一旦作業中断で。近か。近。何してんの？やね。できた。配線はこう頑張ってどっかしら穴がないかとかテールランプを外して、内側からどうにか持ってこれないかって探したんですけど、やっぱり難しくて、ね、このままトランクを閉めた時にできる隙間を探してこう持ってきて、でここはもう配線があった上でトランクを閉めても問題ないってことで、ここにもテープを貼って内側に配線をつなげました。ちなみにこれ扉閉めても配線がちぎれたりとか断線することはまずないので、全然支障なく使えてます、ポータブル電源とソーラーパネルのメーカーさんが別々なので、そのためのつなぐ変換プラグっていうのが必要で、こちらはAmazon の方で購入しました。はい、変換プラグこれです、まずソーラーパネル本体の方のマイナス端子の方にプラス端子を挿します。で逆はプラス端子がついてるので逆にマイナス端子の方を挿します、はい、こんな感じでつないで、はい、で最後にここに下にポータブル電源が入ってるんですけど、このインプットのところに挿すと接続が完了です、ちょっと今ポータブル電源の方が満充電なのでソーラーパネルの発電数がちょっと出ない風になっちゃってるんですけど、また別の動画で発電数の方かも、どうぞ結構充電が雨の日とかが続かない限りは結構いつも満タン近くあるもんね。そうだね。結構携帯充電したりパソコン充電したり炊飯器でねたけるくん使ったりとかしてるけど全然いるもんね。もう全然足りる役立ってます、ビタにはもう絶対に必要不可欠これは。使わない時はこうやって折って横のフックに引っ掛けてます。まあね見栄えはちょっと悪いけど、まあ使えてるからいいかね感じで使ってます。配線を車の中に通したり、穴開けたりっていう作業がちょっと自信のない方とか、こちらの方法が多分シンプル一番おすすめです、一応この角が当たって怖いなんていうの削れちゃうのが怖いからソーラーパネルが包まれてたスポンジを切って一応入れてますね。役立ってるかわかんないけどはい、以上でポータブル電源とソーラーパネルの紹介の動画を終わります。ご視聴いただきありがとうございました。